フォトグラファーののりです。スマホで料理をうまく撮るコツを伝授したいと思います。今回のテーマは押し寿司。わー、寿司の宝石箱や。ちょっとグルメリポーターでおなじみの彦摩呂さん風に、感動を表現してみました。これね、皆さん、寿司って言ったら、ほとんどの人が握り寿司のことを思い浮かべると思うねんけど、今回は押し寿司やねん。で、押し寿司っていうのは、関西地方の伝統的なお寿司。で、こんな感じの四角い木枠に、こうやってね、お寿司を詰めてあって、で、その上に、こう、いろんな彩りのいい具材を乗せて、手でキュン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 って押さえて、具材とご飯を密着させる。で、これを押し寿司って言うんやけど、大阪とか京都とかでは、箱寿司っていう風にも呼ばれることがあります。そして、関西地方ではとても親しまれている食べ物です。じゃあね、早速撮影のポイントに移ってみたいと思います。では、まず正面を決めます。で、正面って、箱寿司やから、これが絶対正面っていうのはないかもしれないけど、例えばですけど、この木の芽ちゃんがこっち向いてるから、この今の方向が正面かなって思ったり、この上に乗ってる、柚子なのかな？この柚子がこっち側に面が向いてるから、こっちが一応正面かなって思います。ちょっと反対側にしてみようか。よいしょ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 。これをもし、こう向きで撮ったとしたら、こっちの皮面が見えるか、なんか背中が見えてるような感じがするねん。で、こっちの木の芽も、なんていうの、先っぽの方がこっち向いてるから、ちょっとこう頭がこっちに向いてる感じがしますよね。なので、やっぱり正面は、一応真上から見て綺麗には盛り付けてあるけど、正面はこっちかなと。はい、正面が決まったらね、次は角度なんですけど、例えば、これね、ここ、分厚いですよね。だからあんまり下から撮っても意味がないんですよ。面白い角度ではあるんですけど、これはこれで、面白いなって思うけど、やっぱりこういう、真上から見て綺麗に盛られてるものっていうのはちょっと上目から撮った方がいいかな。これぐらいの角度ですかね。それとか、もともと真上から見て綺麗に盛られてるものなので、もうこの際、俯瞰まで行っちゃってもいいと思います。でね、次、光の向きなんですけど、今は逆光気味で撮ってます。光は、こう、向こうからね。向こうからこっちに向かって光が入ってます。なので、よく見てもらったらわかるかな？ここら辺がちょっとキラキラって反射してるのわかりますかね？こう反射するもの、タレが乗ってるようなこういった反射するものは反射してますよね。だからこの角度で撮ろうかなって思います。ちょっと一回反対の別の角度を探ってみようか。右からのサイド光に一回してみますね。はい。今、右からサイド光が入ってます。ちょっとさっきと比べると光の入り方が変わったから反射も変わりましたよね。さっきやったら、こことかがこう、テラテラテラって光ってたと思うんですよね。こことかも。だけど、サイド光にしたら、ちょっと反射の角度が違うのか、光ってる部分が少なくなったので、さっきの方が美味しそうに見えると思うから、
やっぱりさっきの、逆光気味の角度で光を入れていきたいと思います。もう一回戻ります。はい。どうですかね。さっき光ってなかったものが逆光にしたら光り出しましたね。この子がさっきは光ってなかったけど、今逆光で光の反射を受けて光るようになりましたね。これも光るようになったかな。で、ここら辺はちょっと光り方が変わったって感じですね。なので、こうやってちょっとキラキラっとしたのが入ると美味しそうに見えるのでツヤ感も出ますし、そういう角度を探っていきましょう。じゃあね、一回この角度で撮ってみようかな。で、ちなみに今右上がりにしてますけど、これを、こう、なんか真正面でこんな感じで撮ったらなんかちょっと真面目かみたいな感じでまっすぐでなんか面白みの欠ける、写真になるのでちょっとだけ振ってあげて動きを出すっていうんですけど、ちょっと角度を変えて動きを出してあげたいと思います。じゃあね、写真撮りますね。はーい。ちょっといろんなパターンでね、こんな感じに撮ってみました。どうですかね。マフ感ももちろん綺麗なんだけど、ちょっと変わり種で結構低めからいっても面白いかもしれないですね。で、せっかくなんで、ちょっと側面もね、どんな感じかご紹介したいなと思うので、一回お皿に盛り替えてみようと思います。ちょっと待ってくださいね。はーい。こんな感じでした。見て、この側面とか、なんか、挟んである。美味しそう。じゃ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 。せっかくこんな感じに、間に挟んで美味しそうです。せっかくなんで撮ってみます。で、今逆光でね、撮ってるんで、こう、ちょっと暗いですよね。下の方が。なので、こういった白いもので、ちょっと、こう、起こしてあげると、こんな感じで、ちょっと白いものを手前に入れてあげると、ちょっと影がマシになります。はい。じゃあね、ちょっと撮ってみたいと思います。で、せっかくなんで、なんかね、こう、真ん中で撮るよりかは、ちょっとどちらかにずらしてあげた方がかっこよく撮れるので、左側に置いて撮ろうと思うんですけど、そうなると右後ろがあまりにも寂しいんで、一緒に取り皿ちゃんを持ってきてます。のでちょっと取り皿ちゃんを置いて場持ちさすように撮ってみたいと思います。はい、じゃあ今から撮っていきますね。モードは、ポートレートモードか2倍とかにできるモードがあれば、2倍とかにして撮ってください。で、今回はせっかく側面が見えるので、ちょっと低めも撮ってみようかなって思ってます。低め。よいしょ。で、ちょい高め。で、後ろのお皿はね、全部入れようと思わなくてもいいので、切れていることが前提で置いてます。ちょっと側面に何かが入ってるっていうのが見えた方が
見えるかな。こんな感じにちょっと低めから撮ってみたりとか、ちょい上目からなんですけど、少しだけ側面がね、ここの側面が見えるように撮ってみました。はい。いかがでしたか？箱から出したらまさかの新たな発見があるなんて思わへんかったよな。お料理は見せ方が変われば見え方も変わるので、お料理が素敵に見える方法をいろいろ試してくださいね。それじゃあね、皆さんもしずるジャパンと共に撮影も楽しんでな。それじゃあ See you!